本日は山形県庄内地方で古くから食べられている卵寒天をご紹介いたします。はい、では卵寒天を作っていきましょう。まずはね、卵6個使います。まずはね、ゆで卵を作っていきます。よし、そしたらその間に卵寒天の地を作っていきたいと思います。はい、そうしたら水を 900ml 用意して、この中に粉寒天入れていきます。こんなん使ってください。こんなんね。で、1袋が 4g なんで、これをね、2袋入れます。入れちゃってください。でね、入れちゃうと。はい、それで少し混ぜてから火にかけますと。はい、沸きました。寒天はね、沸かして溶かしてください。逆にゼラチンは沸かすと固まりづらくなるので、沸かさないでください。そしたらね、ここに醤油を5滴投入。はい、砂糖を入れて、こうやってもったいないからね。本当はね、砂糖の方が先かな。砂糖を入れてから醤油、砂糖を入れてから醤油ですね。まあそんな変わんないですけどね、別に。そうこうしてる間に、はい、ゆで卵の完成。ゆで卵の完成と。よいしょ。これ冷やしてね。で、ゆで卵はね、これ後で。はい。で、だしはね、一煮立ちしたら止めてください。OK だね。そうなんですよ。全然ね、卵寒天難しくないので、本当にこれをね、だし作って、ゆで卵を作って、あとはそれを流し缶に入れて固めるだけ。本当手軽で簡単です。なのでね、やってみてください。はい。じゃあこれで OK。はい。じゃあちょっとこれで冷まします。これがね、どれくらいだろう、10分、15分ぐらいで固まり始めてくるので、この固まる前に卵を投入して、うまくね、タイミングを合わせたいわけなんです。なのでね、ちょっと様子を見ます。よし、じゃあちょっと、このまま冷ましますね。はい、そしたらこの間に卵を割っていきましょう。ゆで卵の殻は、ご存知の方多いと思いますけど、こうやってね、水の中でやると早いので、身と殻の間にこう水が入るんですかね。これでつるっとこう取れるんですよね、簡単に。よし、手冷たい。手が冷たすぎる。でね、これ割るのもね、はっきり言ってカンカンカンとかやらなくていい。この1回で上と下1回ずつパンパン、これで終わりね。ちょっと水の中でこうやるだけ。よいしょ。はい、これね、今だいたい冷まして、そうね、10分ぐらいかな。この状態ちょっと見えます？このね、ちょっとこのドロッとした感じ、ここら辺がタイミングなんですよね。なんでかっていうと、さっきの汁の状態で、後から見せるんですけど、卵と合わせて、流し缶に流し込む。それをすると卵がね、軽いから浮いてきちゃうんですよね。僕的にはね、その卵を全体にこう行き渡らせたいんですよ。卵寒天っていうのは卵を全部散らばしたいので、だからね、ちょっとドロッとするぐらいまで置いてから卵と合わせたいんですよ。そうすると卵が浮いてこないんですよね、結局。ということです。で、こうやって話してる間にどんどん固まっていっちゃうから、ここからちょっと手早くいきますね。じゃあ卵を
うしてと見えるかな。こうやってね、包丁でやる人もいるんで、どういう風にやってもいいです。これはもうその人その人のやり方なんでね。こうやってと。多分ね、ちょっと固まっちゃってるかもしれないな。はい、来ましたと。ほら、ちょっとね固まりすぎたかな。でもしちょっとこう固まっちゃったかなっていう場合は、少し火を入れてね、ちょっと溶かしてあげるといいと思います。ちょっとね溶かしていきます。これぐらいかな。これぐらいとろみが出てきたら卵と合わせます。そしてあまり混ぜすぎない。混ぜると濁ってしまうので程よく。なるほどですね。そして流し函に投入。ちょうどいい塩梅だよね。これでさらに温度が下がるので、これで卵が浮いてこないです。このままこれでいけば感じかな。はい、これで完成になります。綺麗でしょね、透き通っていて、これがベストですね。はい、これで冷ましてからカットします。カット自体はね、2、3時間固めればすぐできるんですけれども、冷蔵庫で一晩しっかりと固めてから行った方が美味しく食べられるかと思います。はい、それでね、カットをすると水分が出てしまいますので、できれば食べる直前に切った方がよろしいかと思います。あと、寒天はですね、冷凍すると酢が入ってしまってスカスカになってしまいますので、食べられる分だけ作って、それで召し上がっていただくことをお勧めします。保存期間はだいたい冷蔵庫で4日ぐらいは持つでしょうか。砂糖がたくさん入っているので、比較的長持ちします。祭りの時や、その他お祝いの時などに、この地域で古くから食べられている伝統的な郷土料理。デザートやお茶受けとしてもぴったりですので、ぜひ一度作っていただければ嬉しいです。それではね、本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。ないさ